ビセリシェグラマラスヌードアイパレット BR2 番。粉質とカバー力と、あとつるっとした仕上がりになるので、ポテッとした唇になるので、これは大事に使ってます。アイデンティティみたいなそういうのができちゃってて、そうしてます。皆さんこんにちは。チーム銀クラの石塚彩香です。あやかんぬと呼んでください。普段はお芝居をしたり、ぽっちゃりモデルをしたりしてます。今日は普段はですね、こういうナチュラルなメイクもするんだよっていうナチュラルメイクをしてみました。それではどうぞ。カラコンはティアモさんのタフブラックの 14mm のカラコンを使ってます。いつも色素が薄く見えるチュルンとしたカラコンを使うことが多いんですけど、ちょっと雰囲気を幼くしたいなと思って、赤と茶色と黒が多分混ざった色なんですね、このカラコンは。なので黒目がちに見える、幼く見える、でも不自然すぎる真っ黒ではないカラコンを選びました。 CC クリームです。ジルスチャートさんのエアリーティントウォータリー CC クリームの01番を使ってます。私はもうずっとこれを使ってて、ここ1年半ぐらいもうこれ手放せなくなってて、今更他のに変えるにも変えられないという自分の中でなんて言うんだろうな、アイデンティティみたいなそういうのができちゃってて、そうしてます。ちっちゃいそばかすとかニキビとか、そういうニキビ跡ですね、そういうのカバー力にほんと特化してるのと、あと肌が荒れにくい、使っても長時間メイクした状態でも吹き出物ができたりとかかさついたりとかがしにくいので、これをずっと使ってます。ファンデーションです。ジルスチャートさんのエバーラスティングシルクパウダーファンデーション202番を使ってます。私経類ですね、レフィルを買って3つ目になっちゃったんですけど、とうとう3つ目かみたいな。で今更ですね、他のファンデーションに変えられないっていう粉質とカバー力と、あとつるっとした仕上がりになるので使ってます。アイブロウペンシルになります。キャンメイクさんのパウダリーブロウペンシル02番です。眉毛のですね、前々回と上げていただいた動画のコメントに、ちょっと眉毛の形変えた方がいいんじゃないっていうコメントがあったので、ぜひ実践してみようと思って、皆さんのお声を取り入れようと思って眉毛の形をちょこっと変えてみました。わかりますかね。ちょこっと後ろを、もともとここに毛があったところを整えまして、若干今日は太眉に仕上げてみたんですけど、どうですかね。皆さんいつもいろいろなコメントいただいてるんですけど、アドバイス本当にありがとうございます。このアドバイスを受けて、私もいろいろ今後改善していこうと思います。セダンヌさんのパウダーアイブロウ R ソフトブラウンのお色です。こちらはですね、もうずっとこのセダンヌさんのパウダーも使ってるんですけど、本当に粉質が良くて馴染みやすい、自分の眉毛に馴染みやすいので使ってます。続いて眉マスカラです。インテグレートさんニアンスアイブロウマスカラ BR672 番のお色です。先ほどペンシルとパウダーとで眉毛を描いたんですけど、地眉の色に近いですね。ちょこっと、でもほんとちょこっとだけトーンアップさせたいので、ワントーン明るい茶色の眉マスカラを使ってます。アイシャドウです。キャンメイクさんジュエルスターアイズ10番ですね。こちらのアイシャドウなんですけど、白ベースのアイシャドウの中に小さい粒子の細かいラメがたくさん入ってて、アイシャドウの下地にもってこいのものになってます。キャンメイクさんフォーシャニーアイズアイシャドウ03番ですね。こちらのアイシャドウですね、今回ナチュラルなメイクに挑戦したいなと思いまして、他の商品でも使わせてもらってるキャンメイクさんのですねアイシャドウを買いました。私は最初に先ほど下地を塗ったんですが、その次にですね白のアイシャドウを塗って、2番目にこの薄い茶色を塗って、全体アイホール全体に塗って、その後この3番目の色アクセントカラーといって、アイホール全体に塗るのではなく、目の上、黒目の上から目の際ぐらいまでですねをちょこちょこっと攻めていってます。キャンメイクさんのノーズシャドウパウダー N です。こちらですね、黒のこちらの色で鼻筋と眉間にシュシュシュと短めに入れて、白のハイライトで鼻筋からここですね、鼻のトップっていうんですかね、そこまでシューッと入れます。で、鼻が高く見えるように、光凹凸が出るように塗るのがポイントです。続いてチークです。キャンメイクさんパウダーチークス PW39 です。こちらですね、見ていただいてわかるように紫になってるんですけど、今日はこの紫を使いまして、ここですね、いつもはほっぺの一番笑った時に高くなるところに丸く入れてるんですが、今日はですね少し
抑えめにして、目尻から頬骨の間らへんにちょっと小さめに、あと長めに入れたのがポイントです。今日は涙袋を描いてみました。ケイトさんのアイブロウペンシル BR4 番で、自分涙袋がですねそんなにないんですけど、理想の涙袋っていうのかな、あんまり不自然ではなく、こういう形がいいなっていう涙袋を自分で描いてみました。で、ポイントとしては、ここに全体的にですねこうグイーッと描くのではなく、目頭からこの黒目の下あたりまでを影になるように描いていくのがポイントです。続いて涙袋の上にのせる白のシャドウですね。ビセリシェグラマラスヌードアイパレット BR2 番。こちらは2017年のクリスマスコフレで限定で発売されたものです。今日はこの白ですね。白のお色を先ほど涙袋に影をつけたんですが、その上にのせていきます。続いてアイライナーです。ケイトスーパーシャープライナー EXBR1 番です。今日は全体的にアイラインを引くのではなく、目尻だけにですね入れてるんですね。で、ちょうど目尻に細いアイライナーが欲しいなと思ったので、このアイライナーを選びました。今日はナチュラルに見えるようにしたくて、特にインラインとかそういうのは入れなくていいかなと思い、そうしました。パナソニックさんのホットビューラーです。このホットビューラーもうずっと使ってるんですが、最初に本当にまつげがくるるんと上がるのと、あと持ちがいいので、このホットビューラーを使ってます。マスカラ下地です。キャンメイクさんのクイックラッシュカーラーです。こちらですね、マスカラ下地なんですが、先ほどビューラーでクイッと上げたまつげの上にこの透明なマスカラなんですけど、それを塗ってあげることによって後から塗るマスカラの持ちがいいのと、あとカールキープ力ですねが抜群に違うので、これを使ってます。で、ここでまたパナソニックさんのホットビューラーでもう一度まつげを上げていきます。先ほどマスカラ下地を塗ったんですが、マスカラ下地を塗った後にホットビューラーを上げると、その後塗るマスカラですね、そのマスカラの持ちが本当に良くなるので、そうしてます。メイベリンさんのマスカラです。ビッグアイズボリュームエクスプレスマスカラです。これですね、上まつげ用と下まつげ用に2つですね、2パターンあるようにできてます。で、今日はこの上まつげ用のマスカラを塗ったんですが、今日はまつげにボリュームを出したいなと思ったので、このマスカラを使いました。で、マジョルカさんのアイシャドウです。このマジョルックイルミネーターというものなんですが、この真ん中のピンクの色を今日は使いました。このピンクはですね、この黒目の下に本当にちょこっとですね、顔色がよくパッと見えるように使ってます。で、今日はそんなに色を強く出したくはないので、本当にちょこっとですね、薄付きで使いました。続いてマジョルカさんのラッシュエキスパンダーエッジマイスター BR666 です。先ほど上まつげにメイベリンさんのマスカラを塗ったんですが、そちらの上まつげにはボリュームを重視させてもらってて、こちらブラウンのマスカラで、あと下まつげにですね少し長さを出したかったので、このマスカラにしました。ジュルスチャートさんのフルーズリップバームです。これはですね、今日はリップの下地に使いました。で、あとこのリップバームは本当に見た目が容器が可愛いのと、あと薄ピンクなんですが、これを塗ると本当にね、チュルルンとしたポテッとした唇になるので、これは大事に使ってます。続いて口紅です。エスティローダーさんの口紅になります。この口紅はですね、前に動画を上げてもらった時にも使ったんですが、本当誕生日の時に友達が誕生日プレゼントでくれたものです。ちょうど1年半前とかそれぐらいかな。なんでもう傷がついちゃったりしてるんですけど、本当に大事に使ってます。今日はそんな凝ったヘアアレンジとかにしてないんですが、くるるんと内側にナチュラルな感じで髪を巻きました。あと前髪はですね、そんなシースルーバングだとかオンマユとかにはしなかったんですけど、ただコテをワンカール通すと前髪にツヤが出てツヤっとした印象になるので、前髪にもコテを通してます。あと最後にアクセントにですね、このいちごのヘアピンをつけました。いかがでしたでしょうか？今日は他の動画ではまだ出したことがないんじゃないかなって思ってナチュラルなメイクに仕上げました。皆さんもぜひデイリー使いにもできると思うので、
こちら真似してもらえたら嬉しいなと思います。動画がいいねと思ったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではバイバーイ。